はい、気持ちいい。皆さんこんにちは、車一郎若です。ただいま土曜日の朝5時25分でございます。もうこの時間に車に乗る最高の趣味ですね。いやー気持ちいい。これからどんどん涼しくなるんで、もう楽しみでしかないですね。やばいっす。私もうビートは1年半ぐらいになるんですけど、買ってからですね。コペンはもう7年半ぐらい乗ってまして、で軽オープンカーが大好きで2台持ちになっちゃったんですけど、ちょっとこの2台をせっかく私持っていつもいじくり回して乗っては楽しい楽しいって動画をまき散らしてるそんな私がですね、コペンとビートとどう違うかみたいな話をちょっとしてみたいと思います。題してコペンとビートどっちがいいのです。はい、ちょっと走りながら話していきます。まずはですね、日常の使い勝手からいきましょうかね。はい、日常の使い勝手で言うと、ビートとコペンどっちがいいんですかって言われると、この車ビートが発売されたのが1991年、コペンが発売されたのが確か2003年だったかなぐらいなんで、その差10年ちょっとあります。なので開発していた期間とかもすなわち10年ちょっとぐらいの差があるということで、やっぱ新しさという意味ではコペンももう十分プチ旧車なんですけど、やっぱコペンに軍配が上がりますよね。どの辺が新しいかって言われると、なんかどこだったっけなってちょっと思い当たらないすぐ思いつかないんですけど、はい、普段からいろんなこと考えて生きてないんでこういうことになっちゃいますが、ちょっと今考えました。あります。まずビートはなんと重捨てです。パワーステじゃありません。一方コペンの方はパワーステがついてますんで、日常の取り回しというか、駐車場入れたり出したりとかっていうのは全然コペンの方が楽です。あと車体はですね、コペンがいわゆる新規格の軽自動車の規格なので、ビートよりも一回り大きいんですよね。小ささという意味では、その日常の取り回しで小さい車の方が楽だという観点においてはビートの方が断然取り回しは楽です。ちっちゃくて、どこへでもスルスル入っていける感じ、これはもうビートにはあります。といってもコペンも十分小さいんで、全然気にはならないというか苦にならないレベルでございます。あとはそうですね、ライトとか、この車ビートは当然ですけど1991年なんでハロゲンライトしか選択できないです。なので HID とか LED とかを後付けで皆さんつけておられるということになります。で一方コペンの方は純正でハロゲンとそれから HID が選択できるということで、私のは純正の HID がついておりまして、それもうすでにLED に交換しちゃいましたけど、そういう意味ではやっぱりちょっと新しい車、ライトがピカって明るい HID のライトがついてるというのはやっぱり新しさっていうのは感じますね。といっても繰り返しになりますが、コペンももう18年落ち、私の個体で、古い個体だともう20年落ちぐらいになっちゃってるんで、だいぶやっぱ古さは否めないと思います。ただこの軽オープンカーっていう、カテゴリーというか気持ちよさというか、これを所有したいという方はそんなに古さは気にならないんじゃないかなと思います。はい、やっぱ古さがどうしても気になる方は、今新車で買えるオープンカー軽でいうとコペンしかないと思うんで、 S6 も廃盤になっちゃったし、そうですよね。なのでコペンを買われることをお勧めします。で中古車でもいいという方はそうですね、コペン、ビート、カプチーノ、リーザスパイダー、ちょっとかなりカルトだな。あとはあれ、なんか忘れてないかな、怒られるぞ。はい気持ちいい。すいません中断しました。ち
ちょっとすいません、今パッと軽自動車のオープンが他に浮かんできません。この辺にリストしておきます。なので古くてもいいという方、あと自分でメンテできるっていう方はかなりその選択肢の幅が広がると思います。あと使い勝手という意味では、トランクの容量でいうとビートはですね、前に若干荷物が少し入れられるスペースがあるというのと、後ろにちゃんとトランクがあるんですけど、トランクの容量もかなり小さいです。 S660 よりはこのビートの方が物は積めると思います。意外とですね、ちょっと映像後ほど写真でもこの辺に入れておきますけど、このホロを畳んだところのここに物が乗るので、これは割と盲点というか、こんなとこ物積めるんだっていう感じで、なので、まだ積める方じゃないかと思います。で、一方コペンはと言いますと、コペンはしっかりしたトランクが後ろにあります。ただしですね、ルーフをこう畳んでオープンにしちゃうと、そのルーフがトランクの中に格納されるようになってるんで、トランクの中といっても使えるスペースは限られてます。ただクローズにして普段使いで乗ってる段においてはトランクはかなり広大です。なんなら普通にゴルフバッグもちょっとドライバー抜かないといけないですけど詰めちゃいますし、コペン乗りの方がなんか自転車積んでるのも見たことあります。あとそうですね、もう1泊2日ね、2人乗りで旅行行くぐらいの荷物は全然余裕で詰めちゃいます。その時オープンどうすんねんって話なんですけど、オープンにする時は足元にコペンの場合ですね、荷物を置いたり、あとこの座席をフルに後ろに下げない方、大体の日本人の方はそんなに足長くないと思うんでこのいわゆる背中の部分ですね、ここに荷物がちょっと置けたりすると思いますので、そういう活用の仕方ができます。あとはそうですね、コペンとビートの大きな違い、オープン観点でいうとルーフですね。ビートはホロのルーフになります。コペンはハードトップでこうリトラクタブルで格納されるという形になってます。なので雨が降ったりした時ですね、この割とホロって、私ずっとコペンに乗ってて雨の日に頭うるさいなって思ったことなかったんですけど、コペンは雨の日乗ると結構雨がホロを打つ音がうるさいですね。あともちろんですけど外の音とかもこのホロ経由でストレートに入ってきます。なのでだいぶ違うかな、その辺りはって感じですね。はい、そして音だけじゃなくてコペンの場合はやっぱりハードトップになってるんで、遮熱とかもある程度してくれるので、直射日光が当たっても頭熱いなとかそんなのはないですね。このビートはやっぱホロで、しかも黒いんで、私の場合ですね、これは直射日光の下で普通に運転してると、夏近く秋ぐらいもそうですけど、この屋根がすごく熱くなって頭のこの辺りがすんごい熱がこもって熱いですね。はい、なので後ろ開けるとか窓開けてこう空気を流してあげないと結構暑いです。はい、そして冬場も寒いっちゃ寒いですね。寒さはどうだろうな、ビートで特に気になったことはあんまりないかな。十分あったかいんでね、暖房で。ちょっとあと細かいこと言い出すとキリがないんですけど、ビートはちょっとこの辺りがいつもほんわかぬくいとかですねそういうのがあります。はい、でルーフ関係でもう一個言うと、雨漏り、これはもうどっちがどっちとかいうのはないと思います。もうどっちも雨漏りしますというか、経年劣化でやっぱりだんだんこのゴムがですね、ウェザーストリップっていうんですけど、これがやっぱりへたってくるんで、ここの部分からやっぱり漏れてきますね。なのでビートが特別漏れやすいとかコペンが漏れやすいってないですけど、年式から言ってビートはやっぱり古いんで、その分ここのゴムが交換されてない限りは漏れる確率はちょっと高いかなと思います。屋外でビートとかコペン乗られる方はカバーかけられるのはやっぱり必須で考えておかれた方がいいと思います。もう私のコペンもだいぶ日光にさらして置いちゃってましたんで、だいぶへたってきましたんで、やっぱこれからもしコペンとかビートを買われる方はもうカバーはセットで買われるというぐらいで考えられた方が良いと思います。はい、あとそうですね、エアコン、
これは結構なんというか古い車みんなそうなんかもわかんないですけど悩みどころですね。まずビートで言うと、私ビートを買って、このビートはですね前のオーナーさんがちゃんとエアコン整備していただいてたんで、実は買った時からエアコンがめっちゃ効くんです。でそれを私よく知らずにビートの集まりに行った時に「エアコン大丈夫?」って聞かれて「私はねビート普通にエアコン効きますよ」って言ったら、皆さんに「当たりを引きましたね」って言ってもらったんですよね。そのぐらいビートのエアコンはトリッキーです。ビートは基本エアコンが効かないということを前提で探されるのがなんというかいいと思います。エアコンがちゃんと効くビートって言って探し出すと全然いい球がなかったりしますんで、そういう意味では私はめちゃめちゃラッキーだったと思います。といってもちゃんと整備してる方ももちろんいらっしゃいますし、全然ビートはもうエアコンが鼻から効かないとかそんなことはないです。ちゃんと整備してあるガスちゃんと入れたりとかですねしてある車は大丈夫です。ただですね、これもビート乗りの方に教えてもらったんですけど、やっぱビートはエアコンをつけてエンジンをめちゃめちゃ回すとエアコンが壊れちゃうことが多いというふうに聞きます。なのでエアコンオンにしてる間はもうエンジンは5000回転以上回さないようにしてます。エアコンつけて夏場乗ってる時エンジン回したいなと思ったらエアコンパチパチと切ってですね、で踏んでます。そんな感じです。で一方コペンの方はビートと比べると全然効きます。でコペン全然エアコン効かないよっていうのは割とこれもコペン乗りの間では有名な話なんですけど、それがためにいろいろ皆さん工夫されていて扇風機つけられてたりとか、あとそのコペンのボンネットの中ですね、エンジンルームの奥の方にエアコンの冷気の通るパイプが走ってまして、そこをこう断熱してですねエアコンが効くようにされてる方っていうのはたくさんいらっしゃいます。ただですね、私の観点で言うとビートとコペンどっちがエアコン効くかというと絶対コペンの方が効きますね。そしてエアコンかけて走る時にエンジン回さないように注意しないといけないとか、そういうことはコペンの方は一切ないです。なのでちょっと夏場ですね、オープンカーっていうと夏っていうイメージをされる方多いと思うんですけど、オープンカーにとって夏はもう敵でしかないので暑いわエアコンが効かんわでですね、そういう意味ではそのあたりはご注意されるのが良いと思います。冬場はもうエアコン関係なくなっちゃうんで、もうとにかく快適ですね。もう足元からヒーターガンガンエンジンの熱気なんでね、ヒーターなんてもうどうせ外へ逃がしてるもんを室内入れちゃえばいいんで、冬場は極めて快適。ちょっと話の途中になりますけど、この音もですねなんかちょっとやっぱクラシックですよね。さすが1990年代の車って感じですね。これと比べるとコペンはもうちょっと近代の音がしますそしたら次に皆さんお待ちかねエンジンの話をしたいと思います。エンジンはですねコペンが 660cc のターボツインスクロールターボがついてます。でビートは NA660cc です。ビートが3気筒のこれは SOHC なんですけど、とにかくもういろんな仕掛けがしてある超ハイリスポンスエンジンです。でコペンの方は4気筒エンジン。私はこれコペン買う時に何台か試乗したんですけど、コペンの4気筒エンジンの音がなんかすごく懐かしく感じたんですよね。私これ前の動画でも言ったことあると思うんですけど、ホンダの CRX 初代ですね、バラスポ CRX ってやつに学生時代に乗ってて、その車に乗ってた体験がめちゃくちゃ楽しくて気持ちよくて、もう今でも忘れられなくて、今でもバラスポ欲しいんですけど、あれが4気筒エンジンめちゃくちゃ軽くてめちゃくちゃ気持ちよくてかっこよかったんですけど、コペンに乗った時にその CRX の感覚を思い出したんですよね。であれなんでそれを思い出したんかなと思ってよくよく考えると、
4気筒エンジンの音で3気筒エンジンの音と全然違うんですよね。なんというかすごい悪い言い方すると、3気筒エンジンって軽自動車エンジンっぽい音がするんですよ。特有の3気筒エンジンの音ってこのビートもしてるんですけど、まあちょっともしかしたらそれは私が勝手に3気筒エンジンの音と思ってるだけなんかも分かんないですけど、ちょっと私はそういう風に感じました。4気筒エンジンの音がして気持ちいい、なんか音が良いと思ったんですね。であの音というか感覚フィーリングがもう忘れられないと思ってコペンに決めてコペンを買ったっていう実績というかがありまして、で4気筒エンジンのコペンを選びました。ビートは3気筒エンジンなんですけど、私ビートは実は試乗1回もせずに、とにかくビート一択で開拓で欲しくて、でビート買って引き渡し受けて、その時初めてビート乗ったんですよね。そうか、よく考えたら俺ビート試乗せずに買ってるわ。なかなか無謀ですねこれはなんていうか普通のなんか3気筒エンジンと比べてあげるとかわいそうというか、ちょっと私はもったいないのであまりそういうことはしたくないっていう感覚なんですけど、3気筒の M トレック超ハイレスポンスエンジンでございます。はい。でちょっとこれ語り出すともう動画1本じゃ済まなくなるので、ちょっとこれは横置いといて、コペンとビートの比較という意味でお話しさせていただきます。コペンもビートもまず前置きとしてですね、軽自動車なんで排気量も 660cc しかないので、低速のトルクは全然ないです。はい、これはもうどちらもそうです。なのでちょっと出だしもたつくっていうのはもうこれはもう覚悟の上乗っていただくことになると思います。まあ一旦そこは忘れるとして、コペンとビートで違いという観点で言うと、コペンはなんせターボなんでターボの気持ちよさがあります。もうターボの気持ちよさはこれはもうエンジンの回転数がそうですね3000回転ぐらいからもうもりもりと車を前に押し合ってくれる気持ちよさ、そこにこう回転数を合わせながら乗ると、まあそら気持ちいいこと気持ちいいことたまりませんね。で私のコペンは D スポーツのスポーツ ECU 積んでますんで、それがさらにパワーアップというかトルクアップをもたらしてくれてるんで、とにかく気持ちよいですね。山道のワインディングなんかその3000、4000、5000回転ぐらいに回転を合わせて乗ると、まあ、めちゃくちゃ気持ちいいです。はい。ただですね、上の方まで回るかというと、まあちょっと私細かいことは分かんないし、ちょっとこの辺にコペンのパワー曲線出しておきますけど、回転数が上がれば上がるほどこうパワーがもりもり上がっていくっていう感じは、そうですね5000回転ぐらいから上はあんま感じないですね。なのでもうコペンはターボの効く美味しい3000、4000回転ぐらいのところをキープして乗るのが一番気持ちいいです。はい、そうやって乗ってるともう顔がにやけてたまんないですね。あと軽くねブローオフの音が前から聞こえたりして、あとそのターボが吸気してですね、思いっきし空気を吸い込んでる音が前の方からヒューっていう音がするんですよね。あれとかもたまんないですねはい、すいません、こんなにしたらちょっとビートに乗りながらもコップに乗りたくなってきました。はい、はい、まあそこが気持ちいい、もうそこ最高です。はい、なのでコペンは4気筒エンジンの、フィーリングとそれから音ですね、そしてターボ、もうこれがですねめちゃめちゃ最高にグッドです。はい、で一方このビートですね、ビートは NA でして、でさっきもちょっと言いましたけど超ハイレスポンスエンジンです。もうこんなになんというかエンジンって回るんやっていうぐらい回ります。はい、こういう感じ。坂道なんで全然スピード出てないんですけどはい、こういう感じ
ビートはまとめるとすごいハイレスポンス、アクセルをもうちょっと煽っただけでもいきます。エンジンが即座に反応して回ってくれる。あと高回転8500回転まで本当によどみなく回る。もう電気のモーターちゃうかっていうぐらい回ります。で、私実はこの回るエンジンの良さってあんまりよく分かってなかったんですよね。前に BMW の 328i っていうのに乗ってまして、6気筒エンジンのシルキー6と言われるやつなんですけど、あれの時にちょっと感じたというか、これ気持ちいいんやなっていう、なんか高回転まで回るってこの気持ちよさかってなんとなく分かってたんですけど、今思えば全然分かってなくて、このビートに乗って高回転型エンジンの気持ちよさっていうのを覚えました。はい、なのでビートに教えていただいたということになります。はい、でビートはとにかく回る。で回りながら高回転へ行けば行くほどトルクもパワーも出てくるんで、とにかく回したくなっちゃうエンジンです。はい、そういう意味ではもうブンブン回して乗る NA エンジンっていうのはこういう楽しさだっていう典型のエンジンがこのビートの 660cc エントレックだと思います。であとビートで特筆すべきそのエンジンというかのお話なんですけど、ビートは MR です。ミッドシップにエンジンが乗っていてリア駆動です。なのでエンジン音が後ろから聞こえるんですよ。これがね粋なんですよ。粋というか気持ちいいんですよ。中華非日常感なんですよ。はい、なんかこの後ろでエンジンが乗って後ろでタイヤを駆動してるみたいな感覚がですね、こうずっと感じながら走れるっていうのはこのビートの醍醐味なんじゃないかと思います。めちゃめちゃ気持ちいい。すいません、もうこの動画で気持ちいいなんか言ってるかね俺はい、私はエンジンのことプロでもなんでもないんで、ちょっとあんまり細かいことは説明できないんでこのぐらいにしときますかね。はい、排気音とかはですね、もうマフラーとか変えれば全然変わっちゃうんであれですけど、私はもうコペンもビードもどっちも純正のマフラーつけてます。どっちも十分純正でいい音します。はい、もうこれはこの動画で皆さんずっと聞いておられると思いますけど、この排気音コペンの方もめちゃめちゃええ音します。はい、なのでこれはもうなんというか優劣つけがたいというか、別に好みの違いぐらいの話だと思います。はい、エンジンはそのぐらいにします。そしてコペンとビートの大きな違いでいうと駆動方式の違いがあると思います。コペンは FF でビートは MR になります。そうですね、私これまで割と FF 車が多かったので、さっきも言いましたけどめちゃくちゃ気持ちいい大好きな体験をさせてもらった CRX も FF だったし、私なんというかあんまりそのリア駆動とフロント駆動の違いなんて分かるような敏感な方じゃなかったんであんまり気にしませんでした。でコペンに乗った時ももう普通にそういう意味では私ずっと FF 乗りだったんで全然違和感なく気持ちいいな FF 最高やなと思って、はい、乗ってました。それがですねビートに乗ってこのリア駆動の車の楽しさっていうのにちょっと気づいた気がします。何が違うかというとコペン乗っててそれからビートに乗ってカーブ曲がるとやっぱりねビートの方が曲がりやすいと思います。私リアが滑るほどその車むちゃくちゃ飛ばしたりしないんでちょっとそこの違いはよく分かんないですけど、滑るとかそんなんじゃなくてこのリアがこう押しながら、車をこう曲げてくれる感覚っていうのがやっぱりこっちはビートは感じますね。で対してコペンはというとカーブ曲がってる時にアクセルオンするとやっぱり外へ行こうとするっていう感覚があります。これ私ビートとコペン乗り比べて初めて感じた感覚なんですけど、
FF は FF の楽しみ方があると思うんですよね。カーブ曲がる時にちょっとアクセルをオフして回ると車がキュッて前に入ってくれるみたいな、感覚があったりして、そういう意味では全然コペンも楽しいです。はい、ここちょっと話が下手すぎたのでナレーションで補足させていただきます。 MR のビートは雨の日に高速やワインディングは後ろが滑るんじゃないかという不安が少しあるのに対して、コペンはそうした不安は感じないというようなことを言っていました。あとですね、安全面というとコペンは ABS やエアバッグが標準装備なのに対してビートはそういうのが一部バージョンでオプション設定というスパルタンな仕様になっているということも付け加えておきました。はい、ということで長々とコペンとビートの違いというか比較についてお話しさせていただきました。今コペンとかビートとかオープンカー、軽オープンカー探しておられる方の参考になればと思います。もう実際ね乗っていただくのが一番だと思うんで、ぜひ試乗していただいて、私みたいに試乗もせずビートを買うというのはですねやめていただきたいと思いますでも一つ言えることはですね、試乗なんかしなくてもこの動画を見て私の言ってることに何というか共感をいただいているような方はですね、コペン L880 系もビートも買っていただいて後悔するっていうことはまずないと思います。はい、そのぐらいどちらも楽しい車でございます。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。動画作りの励みになりますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。それではまた。ありがとうございました。